そもそもホールガーメントって何なんですか？まあ、1着丸ごと 3D プリンターのように編み上げる機械っていうのがホールガーメント。あ、でもミシンいらないってことですか？そうなんです。あ、そうですか。このままの状態で出てくる。だいたい1着時間ってどのくらい？それでいうと大体50分ぐらい。50分でできるんですか？引き抜くとここは外れるんですか？はい。あ、そういうこと。あ、そのこれ抜き糸ってよく言うんです。抜き糸、ミットキャドがあります。この V とか、はいオメガっぽいこういうのもその編み方なんです。左から右に作れるってことですか？左を作ってると実行で右が作れる。なるほどね。糸のデザインになってるんですけど、おお、本当だ。アンチペリング、手玉防止の工具。毛玉防止とかあるんですよ。ああ、編み上がってる。おお、この写真じゃなくてもいいんですか？それじゃなくてもいいです。これ一例です。自撮りでもいいんですか？左でも大丈夫ですよ。そうなんです。リンキングっていうのは何なんですか？リンキングっていうのは、すごい。はいこんなしっかりしたんできるんですね。でこれゴムじゃないんですか？これニットです。蒸気当てると固まる糸って安全エプロンなんですけど、本当だ。刃物でもこう貫かないような。安全エプロンをニットでってなんか想像つかなかったです。伸びたら色が変わる。これなんか、おお、すごいすごい。これ文字がこう本当だ。浮すごい。かび上がる。ホールガーメントっていくらぐらいするとかってあるんですか？法政バー。あ、法政バーのあ、福川さん。福川と。林と申します。ちょっと今回は、はい僕本当個人的に興味があってこのホールガーメントにはい。ぜひ撮らせていただきたいなと。あ、わかりました。今日は2台あるんです。ホールガーメント。そもそもホールガーメントって何なんですか？はい。簡単にまあ言うと無縫製のニット。まあ普通服作る時ってこの辺とか、まあ縫製が必ず入るんですけど、これをまあ1着丸ごと、まあ 3D プリンターのように編み上げる機械っていうのがホールガーメント。あ、でもミシンいらないってことですか？そうなんだ。あ、そうですか。あ、これが、はい。はい。あれホールガーメントで作れるってことですか？ホールガーメントで作れます。で、このままの状態で出てくる。あ、そうですか。はい。編み方でいうと、袖と胴体と袖を3つの筒で編んでいって、で最後この胸のあたりで合体させて、で1個の筒にする。それも1台でできるんですか？それが1台でできます。近年まあ縫製のまあ人口というか、縫製業者さんでもなくなってきてっていう状況もあって、無縫製で1着丸ごとはめれば製品の出来上がるまでのリードタイムっていうのがすごい短くなって、受注生産とかにも対応できる。なるほど。確かに。じゃあもう夜中動かしておくっていうのもできるんですか？できます。あ、そうですか。あ、でも朝起きたら1着どころか何着かできてるんですか？そうです。あ、そうですか。編み機にカウントを例えば20着ってやっておけば、自分でこう20着編んで、編み終わると止まるっていう。炊飯器みたいですね。はい。でも山奥でもできるってことですか？山奥でもできますし、海外も結構編み機入っていて。なるほど。だいたい1着時間ってどのくらいかかるもんなんですか？時間でだいたい4、50分ぐらい。あ、4、50分で1着できるんですか？あ、これこういうの。はい、これでいうと大体50分ぐらい。あ、これ50分できるんですか？あ、それはすごいですね。作ってる人はコーヒー飲んでればいいだけですよね。そうです。50分で1着ってことは10着500分。あ、すごいですね。こっちが、まあそのセーターをまあ編むのに特化した機械なんですけど、もう一個奥にある機械は。これが通称ミニっていう機械で、小さいです。何をしてる今編んでるのが靴下なんですけど、これがニットのまあ言ったらこう小物関係を編むのに特化した機械なんです。靴下、ニット帽とか、ネクタイ、手袋。やっぱ大は小を兼ねるわけでもないですか？この機械は普通にこう針を上げて編んでいくんですけど、編み幅がすごい
狭いんですよ、小物なので。すると上から押さえる力が強くないと結構こう編み地が下にこううまく下がってくれないんで、これが結構上から押さえる力が強いタイプなんで、この小物が半分とこしてる。なるほど。なんとなくわかる。これ今靴下やってるわけです。これ糸は何本使うんですか？1本セットと裏にウレタンの糸を、一緒に編んで裏糸入れてるんで、結構ストレッチが効いて。なるほど。あ、そういうこともできるんですね。これが、コシ糸っていう、牛乳パックの端材から作った島製機のオリジナルの世界初の糸になるんですけど、再生紙的なことですか？再生紙です。編み終わりがこんな感じなんですけど、洗うとこんな感じにニットってはい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 、そうですね。ギュッて中に締まります。本当だ。多分全然風合いが。そうですね。なんかしっとりしてます。なるほど。洗うと落ち着くってことですか？そうです。それは糸の特性じゃなくてホールガーメントの。もうニットは大体もう洗うとやっぱ縮みますね。ニットの特性で。ニットがこうなんていうんですかね、こうループっていうのが形成されてるんですけど、これが洗うとこうギュッと入るんで、それでこんだけ縮んでくれる。ちょうどいい感じに縮むんですね。ちなみにこれは1個どのくらいの時間でできるんですか？これで、片足で10分ぐらいです。両足で20分ちょっとぐらい。これ本当にミシンいらないのってことですか？これ本当にミシンいらない。もう出来上がった状態がこういうこの感じです。ここが最後糸を抜いてで履けるようになるんですけど。引き抜くとここは外れるんですか？はい。そういうこと。これ抜き糸ってよく言うんです。抜き糸、なるほど。これじゃあこれもホールガーメントがやってるんですか？やってます。そういうこと。網で全部やってる。編み込みながら人の手を使わず。なるほど。じゃあもうこれは手でするっと抜けるから手作業でも全然大変じゃないんですね。面白い。これ靴下だからこういう仕様なんですか？それともセーターでも同じようにこの抜き糸をやってるんですか？編成上こんな感じになってるんですけど、服も靴下も普通これがついてなくて、ここにだけ最後糸始末みたいなので糸が出てるんですよ。これはちょっと違うんですけど、出てて最後だけ手で目を止めないと目が全部連なってるんで、目がこぼれると全部こうほどけていくんですよ。筒なんで。で最後だけ手で止めるが網で糸始末するか。うまくこの中にこう絡ませて最後ハサミで切るだけで終わりっていう編み方もあります。それはソフトかなんかでデザインするんですか？そうです。そうです。島製機さんのオリジナルのソフトがあります。ニットキャドがあります。ニットキャド。はい。そこでこうプログラミングっていうのを。それはやっぱ難しいですよ。でもそうですね。今はだいぶ簡単になってきてるんで。縫製バー。ニットのリアルなシミュレーションができるっていう機能なんですが、最初にどういうゲージの数合いでニットシミュレーションしたいかっていうのをここで選んでいただいたら、こういう風にスワッチのベースが出てきますので、この中がリスペックスの強みなんですけれども、1500点以上のニットの編み柄がライブラリとして登録されています。で、お好きなものを選んで、こういう風にどういう組織なのかっていうのが見れるところもポイントなんですけれども、それと同時に実際に島製機の編み機で編む時に必要なコードも作成されているので、こういったものをなるほど。全部色番号で何をするかっていうのは指定できます。しかもなんかこの V とか、オメガっぽい、なんですよね。こういうのもその編み方なんですか？そうです。そうです。なのでデザイナーさんが自分の感覚的にデザインをしながら
実際ニッターさんに編んでもらうデータまで作れてるっていうのがポイントです。左から右に作れるってことですか？左を作ってると自動で右が作れる。なるほどね。あ、そういうことなんですね。で、1500パターンの柄がそうです。組み合わせられる。あで今ご覧いただいていた柄をー、はい。こういうふうに実際の糸のデータを使ってシミュレーションすることができます。あ、これ糸の繊維っていうか。まあ、糸のデータになってるんですが、おお、本当だ。エフェクトの中にこの糸のデータに関しても170種類以上170の糸の、あ、本当だ、番手も選べる。はい、何でも選べます。この中からお好きに選んでいただくこともできますし、糸をお探しでしたら、ヤンバンクっていう弊社のウェブサービスがあるので、ヤンバンク。はい、ヤンバンクです。ここで例えばウールの糸でアンチピリング、毛玉防止の効果がある糸とか、まあ、こういう風に条件選んで糸を探して、毛玉防止とかあるんですよ。でここで見つけた糸いいなっていう糸があれば、はい、色であったり、あとは糸の情報っていうのも確認できますし、番手とかタイプとかですね、そういうのも確認して、かつ糸のデータをダウンロードできるので、ダウンロードすればこのシミュレーションで使えるというような流れですね。では早速シミュレーションしてみます。ああ、編み上がってる。はい、システム上で生地を編み上げていくようなイメージです。面白い。じゃあもうデザイナーさんとかこのソフトが使えれば、もうあとはホールガーメントに任せればいいっていうところまで作れちゃうんですね。はい。こちらシミュレーション結果なんですが、こんな風に書籍の立体感であったり、糸の具合っていうのもすごくリアルに表現されていますので、本当だ。はい、ここの部分ですと、例えばメランジートの風合いとかも綺麗に表現できているかと思います。同じデザインでもこういう風に糸を変えたイメージなんかもすぐに確認していただけますので。あ、そうか、ちょっと色を混ぜることもできるんですか。そうですね。色を電子したりすることもできるので、いろんなバリエーションを確認していただけます。なんか糸をちょっと混ぜるとなんかイメージと違ったっていうのもここで確認できるんですね。そうですね。事前に確認できるのは大きなメリットかと思います。なるほど。あとは、こういうふうに作成したニットのスワッチイメージを写真に合成することで最終製品のイメージまで確認していただけるので、この写真はこのじゃあモデルさんが来てるのはイメージに合わせた写真を、どんなものでも大丈夫なので準備していただいたら、この写真じゃなくてもいいんですか。この写真じゃなくてもいいです。これ一例です。ああ、自撮りでもいいんですか。自撮りでも大丈夫ですよ。あ、そうなんです。はい。で、ここに先ほどの編み地をこういうふうに乗せてあげると、おお、つけ。製品状態のイメージ確認できますので、写真1枚あれば、その上に載せていくことができます。サンプル何着も作らなくても。本当ですね。はい。不白だと実際縫う段階で縫いにくいとかも出てきたりするんですけど、ニットだと結構近づけるんですね。ゴール間近というか。今ここ最近サブスクリプションで、はい、ソフト販売をなるほど始めたんですよ。あ、月額いくら。年契約で、はい、30万円とかそれぐらいで契約していただいて、このデスクと、こういったボードとか、これセットで売ってるパターンっていう。そうか、これはソフトというよりシステムとして。システム。ああ、なるほど。で、このシステムの中には、デザインソフト、ニットのソフトと、っていうのが全部オールインワンで入ってるんですけど、今デザインのところだけソフト販売が始まった。はい、そういうことですか。今までだとこれを買っていただかないと使えなかったところをパソコンに読み込ませて使えることに最近なった。ちょっとハードル下がったんですね。そうです、そうです。ホールガーメントっておいくらぐらいするとかってあるんですか。大きいやつ。大きいやつだと、税込みで1650万円ぐらい。なるほど。はい。あれが一番高いですか。今のところはそうですね。だいたいそれぐらい。一番手頃なやつっていうのは。一番手頃だと、そうですね。それでも1000万いきます。いや、1000万の小型の小物の機械は、
なんか網幅があって、網幅で金額ってちょっと変わっていくんですけど、あれはだいたい700万800万円ぐらい。お、なるほど。はい。ものづくり補助金とかが通ると。はいはい。お客さんの中には、ああいうでっかい網機を店舗の中に置いて、ファンの方に来ていただいて、そのオーダーに合わせて編み上げるっていうのを、あ、そんなことも。オープンファクトリーでやられてるところが。縫製バー。これニットって何でもできるわけでもないんですよ。苦手なものとかあるんですか。T シャツとかもできるんですか。できます、できます。で、椅子とかパーテーションとかバッグとか、はい。椅子も編めます。椅子ってどういうことですか。ニットのニットチェア。こういうニットチェア。あ、これか。なるほど。あー、すごい。いいですか。はい。おお、はいはいはい。全然使われる。これもですね。あ、これは違いますね。できますし、これもなんです。これはここ綿が入ってるように見えるんですけど、これ中糸が通ってる。あ、本当だ。編んでる。糸が入ってるんで、このままの状態で編み上がってる。すごい。こんなしっかりしたんできるんですね。これだけしっかりしたのだと普通にシャツとか作れるんじゃないですか。ダウンとか、キルティングみたいなダウンとかも作れたり。もう何でもできますね。ジージャンとかできないですね。ジーパンとか。デニムと糸で編み上げれば。あれ、じゃあ織り糸使えるってことですか。ホールガーメントは。いや、ニット紙でないといけないんですけど。ニット紙ってのがあるんですね。よりをかけてこう編めるようにちょっとしないと。ちょっと強めにしないと。はい。逆に言うとちょっと強めの糸であれば、要は引っ張っても切れないような強度のあるってことですか。そういうアラミド繊維的なのもちょっと編めたりもします。はい。ちょっと編むのが難しくはなるんですけど、ちょっと特殊な糸になれば。難しいってのは、ちょっと途中で切れちゃうとか、そういうことですか。とか、強度があってよく滑る糸とかだと、こう編んでる時にこう、糸がダブついたりとか、なんか変なとこ絡まったりとか、そうなるとなかなか難しくなるんですけど。じゃあもう割とホールガーメントに最適化された糸を使った方がいいってことですね。そのなんですかね、ゲージに合わせた番手の糸を使っていただくっていうのが。あとはこういうニットのパーテーションとか、だから取り外しもできるんで、洗ったりもできるんで。なるほどね。ちょっと仕切りが欲しいところにニットのパーテーションがあるとちょっとおしゃれだったりとか。確かに。しかもオーダーメイドも作りやすいんじゃないですか。そうですね。比較的。はい。名前入れたりとか。じゃあロゴ入れたりできるんですか。できますできます。こういうバッグとかも無縫製で。全部ホールガーメントでやったやつです。はい。パーツごとに編んでます。はい。でちょっとこう三角にこう編んで外れないようにとかすれば、金具とかボタンなしでリュックとかも作れちゃう。そういうこと。すごい。あとはそのクッション性も出したいところに、このインレイっていう編み方があるんですけど、このクッションも出せるこの糸を挿入するのがこうインレイっていう。はい。でこれゴムじゃないですか。これニットで。これもニットなんですか。で結構糸の中には熱癒着糸っていうのがあって、蒸気当てると固まる糸ってある。するとこういうスマホケースなったりとか、いろいろ用途はあるかな。すごい。こういうこともニットでできるんですね。何ですか。すごいけど、もうこれでなんか本当に人がいらないなと思いましたけど。これ靴は違いますよね。アッパーの部分が全部無縫製のニットになってます。すごい。あとは接着させればいいだけ。さっきの応用で、インレイっていう編み方をして靴に使えば強度とかも強くなるので。本当に靴屋さんで売ってるのって結構ホールガーメントで作ってるのも多いかもしれないですね。そうですね。ニットシューズもちょっと増えてきて。ニットシューズって言うんですね。あともうメディカル関係でサポーターとか。サポーターね。ちょっと織物チックな感じで横糸を、何コースかに1回こう挿入していけば縦伸びを防げるんですね。
そういうこと。はい。そしたらまあジャケットとかにも使えますし。そういうことか。ジャケットもニットでいけるんですね。ジャケットもニットでいける。すごいですね。一着丸ごとでもこれはさすがにいいじゃないですか。ミシン。これはさすがにネームは、あとボタン付けはまた別にやるんですね。それ以外はもうできちゃうんですね。マスクもニットでいけますし、網でこういうパイルみたいな。本当だ。これちょっと疑似パイルにはなるんですけど、こういう編み方もできる、ね。そっか。なるほど。逆にできないものないんじゃないですか。結構できるようになってきました。そうですね。できるようになってきました。いや、まあ進化してる。今まだ進化してる。そうですか。これもニットなんですけど。この卵ケースみたいな。卵パックみたいなんですけど、これも熱で固まる糸。そういうことか。熱油着紙を使えば。熱油着紙。これあれですね。専門学校の学生さんとか自由な発想で作りたいっていう時になんかホールガーメントいいですね。今だと東京の文化服装学院さんとかにも編み機を入ってるんで。ホールガーメント入ってるんですか。はい。じゃあソフトも入って、ニットデザイン科のところでもプログラムとして、なるほど。島世紀講座みたいなので、はい。それ何年前ぐらいですか。結構最近ですか。もう10年ぐらい、10年以上にはなるかなと。もう卒業生もだいぶ世の中で。そうですそうです。ニットメーカーさんに就職したりとか、アパレルさんとか、一番ホールガーメントのハイゲージ。細かい。一番細かい。18ゲージになる。18ゲージ。はい。これが結構この部分でリンキングっていうのがしにくいんですけど、目が細かすぎて。リンキングっていうのは何なんですか。リンキングっていうのは、例えばこの襟の部分をうまくこう縫ってつなぎ合わせるっていう、縫製みたいな感じなんですけど、ニットってゲージっていうのがありまして、針の太さによってこうざっくりしたニットになったりとか、細かい目のニットになったりするんですけど、粗いざっくりしたニットだとそのリンキングっていうのがしやすいんですけど、結構こう細かくなれば細かくなるほど結構大変な作業になるんです。手でやるんですか。そういうリンキングの機械があって、そこにこう一目一目こうかけていくんですけど、目が細かくなるとすごい大変。それも結構熟練の技術が必要になってます。年取って目が見えなくなったら大変ですね。大変です。なところをホールガーメントだと一着丸ごと編めるんで、そのリンキングの工程もいらないってこと。そうなんです。そうです。これが全部ここなるほど網でできちゃうんで。なるほど。で、僕気になったのここも、これもリンキング手でやったわけじゃなくてホールガーメントでこれつけてるってことですか。そうです。でも無縫製っていうから別にこれなくてもできそうなもんなのにあえて入れてるんですよ。デザインで全然なくすことも可能です。こういうアイプロン、タイですと安全エプロンなんですけど、こう刃物でもこう貫かないような本当だ強靭な、テストもクリアしてるんでちゃんと認証されてるんですけど、これがその認証、刃物で刺しても大丈夫、ある程度大丈夫。安全エプロン。安全エプロンをニットでってなんか想像つかなかったです。結構アラミドの繊維って鉄の大体5倍以上の強度あるっていうぐらい硬い糸なんで、カットしづらかったりするのを網でこう成形しながら。なるほどなるほどね。裁断がしないでいいから、で従来だと鎖とかが主軸だったのをニットなんで結構軽くて、しかも洗濯もできて錆びないし。なるほど。逆にこんな感じでざっくりこう寄せていけば、これはもうまさにホールガーメント様々の。これは普通下から上に編んでいくんですけど。普通下から上に編むんですか。上から下じゃないんですね。下から上に編んでいきます。それなんでですか。そっちの方が効率がいいからですかね。上からだと首のとこから始まるので、編めないことはないんですけど、結構効率が悪くなって編成時間がかかっちゃうんで。下にも関係するんですね。横から編むっていう方法もあるんです。それがこれですか。これは横から編んで四角く編んで、
糸をこれちょっとボーダー状にこう伸びでこうちょっとカメレオンみたいなあ、感じで。本当だ。伸びたら色が変わる。面白い。あ、本当だ。すごい。なんかフランスの国旗、これを見たら、じゃあこれを違う服で活用しようとか思いますね。はいはい。これとかも横から編んでるんですけど、はい、これなんか、おお、すごいすごい。これ文字がこう本当だ。浮かび上がる。すごい。これは？うわー、面白い。うわ、本当だ。こんな感じで。なんか駅のディスプレイとかである感じ。はい。こう2パターンを用意して、この山になってるところで隠すみたいな。そうですそうですそうです。こっちから見ると赤と白だけが見えて、こっちから見ると青と白だけ。面白い。それは不白ではできないですね。これ文字書いてますけど、これもデザインできるんですよね。できますできます。面白い。これはちょっとホールガーメントの機械ではないんですけど、ここはちょっと縫製してるんですけど。なるほど。ホールガーメントでやったのこの素材生地まで。従来の成形機と呼ばれるタイプなんですけど、ホールガーメントにはできない、オプションの機能としてアイプレーティングっていう編み方があります。その編み方をうまく活用してこういう柄を作る。これはホールガーメントではなくて、また別の機械で。そうなんです。これは SVR ってタイプで、成形機のタイプです。成形機。はい。いやでもこれ本当面白いです。アーティストとかがなんか目つけそう。これもあれですよ。何年だから縫いにくいですね。はい。アウトドア用のエプロン。なるほど。スカートもある。スカートもある。こんなの手で縫ってって言われたらもう大変ですもんね。ありがとうございます。もうだいぶ取れ高取れました。本当ですか。はい。このでジーパンはそれで違いますもんね。これです。はい。これは縫ったやつですよね。これはそうですね。デニムのサンプルがあったと思うんで、ちょっと待ってくださいね。なんだ、ホールガーメントのこれがデニム紙で編んだホールガーメント。デニム紙っていうのがあるんですね。あります。インディゴ染め。じゃあ色落ちもするんですか？色落ちします。色あせするとこんな感じになるっていう。じゃあ加工したの状態がこれ。なるほど。すごい。これパンカーになっていて、この部分を全部編み続きで。本当だ。本当だ。これがホール画面とかポッと出てくるんですか？はい。このポケットとかこの辺も一緒に編めるんです。すごい。こんなの縫えないよって縫製工場から言われることもないんですよね。ホールガーメントができたらできるんですよね。できるんです。そうですか。でもこの調子でパンツもできるってことですね。できますできます。ジージャンもできそうですね。だってこれニットっぽいですけど、さっきみたいにちょっと密に縫ったら硬い感じでできるわけですよね。できると思います。そうですよね。もし導入するときに肝になる部分っていうのはやっぱりデザインのソフトウェアをどううまく使えるかみたいなところなんですか？肝になるのは、使いたい糸と、その使いたい糸で、選んだ編み機で、本当にこう編めるかどうか。なるほど。それは一回島製機の社内の方でテストしてみて、なるほど。この機械で編んだらこんな感じの風合いになりました。じゃあこれにしようかなというように感じで編み機を選定していきます。じゃあ一回島製機さんに相談した方がいいんですね。そうですね。こんなの作りたいんですけど、どの機械を導入して、どの糸をっていう、どういうものを作りたいかとか。なるほど。わかりました。非常に勉強になってし、多分このぐらいの情報を知らない人結構いると思います。ありがとうございます。ありがとうございました。こんな感じでいい。全然いい。次4月に6日からビッグサイトで東京の、ファッション DX エキスポってあるんですけど、そこに島製機も、そうですか。そこには1台だけ持っていくんですけど、この機械の最新版。最新版です。最新版何が違うんでしょうね。結構変わります。そうですか。生産性とかやれることもいろいろモリモリになった新しい機械です。なるほど。違ってわかりました。もしよかったら。ありがとうございます。
最後まで見てくれてどうもありがとうございました。少しでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。